ハワイはアメリカ合衆国50番目の州。130ほどの島からなる南海の楽園です。こんな常夏のハワイまでは日本からわずか7時間ほど。入国にはパスポートと入国カード、ビザが必要です。ビザのない人はビザ代わりのパイロットプログラムでも OK。 機内では必要書類にしっかり記入してあるかどうか確認できましたか？それなら OK。 ほーら、そろそろ見えてきましたね。ハワイの玄関口オアフ島が。ハワイ時間は日本より19時間遅れています。着陸前には時計をハワイ時間に合わせることを忘れずに。旅の前に旅行障害保険には入りましたか？旅先は病気や盗難など何かとトラブルが起こりやすいものです。できるだけ保険には入っておいた方が安心です。ついに到着、ハワイといってもすぐに空港から出られないのが辛いところ。ウキウキした気持ちをちょっとだけ抑えて入国手続きを済ませてください。入国審査はホノルル国際空港の2階。入国審査の広いフロアにはカウンターがずらりと並んでいます。ノンレジデントのコーナーへ並んだら、パスポート、入国記録カード、ビザかパイロットプログラム、帰りの航空券を入国審査官へ提出します。ここでは英語で質問されます。といっても簡単なものだから落ち着いて聞けば大丈夫。ここで聞かれるのは旅行目的と滞在日数など。 I'm a tourist. I plan to stay 5 days. ここで返してくれるパスポートと入国記録カードの半券と帰りの航空券はなくさないように。出国の時に必要になりますよ。入国審査が終わったら1階へ。次は税関審査が待っています。とはいえ特に1万ドル以上の現金や小切手などを持ち込まない限り、ここはノーチェックで済みます。まず自分の乗った便のターンテーブルから自分の荷物を受け取り、税関審査に並びます。関税申告書を用意し、緑と赤のラインがついているカウンターへ進みます。何も申告するもののない人は緑のカウンターへ。さあ、これで手続きは終わりです。また現金のアメリカドルがない人は税関を出たエクスチェンジのところで両替してください。トラベラーズチェックではタクシーやバスには乗れませんよ。アメリカの通貨単位はドルとセント。1ドルは100セント。主な紙幣は1ドルから100ドルまでデザインや大きさ、色が同じなので、使うときにはよく確認してください。硬貨の場合、大きさと金額の高さは関係ありません。10セントの方が5セントよりも小さいので、使うときに注意しましょう。ホノルル空港から外に出る出口は2つ。税関を抜けてまっすぐ行くと個人旅行者用の出口、パッケージツアーや団体の出口は左に行ったところです。ツアーの人は間違えないようにしてください。ホノルル国際空港には各旅行会社のカウンターがあります。旅のことなら何でも気軽に訪ねてください。初めてのアメリカなら不安に思うのが空港からの足の確保。そんな交通の案内をしましょう。ハワイでレンタカーを借りるには21歳以上。25歳未満の人は追加料金やクレジットカードが必要な場合もあります。国際免許証も必要ですから取っておきましょう。タクシーは旅行者にとって一番便利な足です。だけど日本のタクシーとはちょっと勝手が違うので気をつけてください。そう、まずタクシーに乗るなら自分でドアを開けること。自動ドアではありませんよ。料金はメーター制。空港からワイキキまで約20ドルから25ドル。トランク1個につき1ドルぐらいのチップを支払いましょう。料金の支払い時には 15% 程度のチップを渡すこと。ここもちょっと違いますね。ホノルル国際空港横にはインターアイランドターミナルが隣接。
ハワイの各島へ毎日90便が運航しています。ちょっと他の島まで足を伸ばしたい人の玄関口、日本からも予約できます。空港から市内への交通手段にはザ・バスという市営バスもありますが、初めての旅行者にはちょっと分かりづらいかもしれません。市内観光などそれでも挑戦したい人には ABC ストアなどで売っている路線地図を参考に。ザ・バスならオアフ島一周をわずか60セントで済ませてしまうことも可能です。オアフ島をくまなく走るザ・バス。乗り換えるときには運転手にトランスファープリーズと言えば乗り換えチケットがもらえます。これで乗り換えたバス料金は無料だからもらっておいた方がお得。ワイキキ市内を走っているバスの中には観光客用のワイキキトロリーバスがあります。ワイキキやダウンタウン周辺を走って料金は1日10ドルほど。市内の観光ポイントをしっかり押さえていますから便利に乗りこなしてください。日本から東南へ約6250キロ、太平洋のほぼ真ん中に位置する小さなアメリカ、そこがハワイです。北のカウアイ島から南のハワイ島まで8つの主要な島はおよそ550キロの距離に散らばり、総面積は日本の四国とほぼ同じ。年平均気温は25度、湿度は低く一年中常夏。世界中の人たちから愛された、そう世界一のリゾートです。そんなハワイの第一歩、オアフ島の見どころをダイジェストで紹介しましょう。ハワイといえば何といってもワイキキビーチ。ダイヤモンドヘッドからアラワイヨットハーバーまで約4キロにわたって続く真っ白な砂浜です。ビーチに並行した通りは高級なショッピングセンターやブティックが並ぶカラカウア大通りと、ここはまさにハワイの中心。日中は強い直射日光の中、海水浴はもちろんのこと、体を焼いたりビーチバレーに励んだり思いっきり楽しめる砂浜です。黄昏が迫る頃は美しい夕日を見ながらのビーチ散歩など、ムード満点でロマンチックな雰囲気を楽しめます。ハワイ観光のパンフレットには必ずと言っていいほど登場するのがこのダイヤモンドヘッドです。約10万年前の噴火でできた直径1200メートルの巨大な噴火口を持つ死火山。ワイキキはもとよりホノルルのどこからでもその姿を見ることができます。頂上は海抜232メートル。ここへは登ることもできるので、時間があればぜひ挑戦してみてください。ホノルルから裏オアフへ抜けるパリハイウェイ途中の峠にはムアヌパリ展望台があります。オアフ島の中央を貫くコーラウ山脈の終点。ここは一年中強風が吹き、雨と霧の日が多いけれど、裏オアフの街並みやモカプ半島一帯が一望できます。運が良ければカネオヘ、カイルアの街並みや青い海に浮かぶモロカイ島までが見渡せ、絵はがきのような美しい景色を堪能できます。1941年12月7日、この日を知っていますか？そう、日本軍がハワイを攻撃したことから太平洋戦争が始まった日です。その歴史の現場となったパールハーバーはあまりにも有名です。アリゾナ記念館は海底に沈む戦艦アリゾナの上に立つ太平洋戦争の記念館。真っ白な建物は日本軍の攻撃によって乗員1100人とともに海の底に沈んだアリゾナをまたぐ形で作られた慰霊塔です。沈む戦艦アリゾナを見たり、
アメリカ海軍のランチボートに乗って海の上のアリゾナメモリアル見学と、ここに来ればちょっと考えさせられる旅になりそう。オアフ島東南部の遠浅の海岸が花馬ベイです。白い砂とサンゴ礁、そしてエメラルド色に輝く海は島内でも最高のビーチと評判。湾内は禁漁区であるため魚が多く、絶好のシュノーケリングポイントです。ワイキキほど混雑していないのも魅力の一つで、ハワイの海の美しさを満喫できます。崖の上には展望台があり、ハワイ語で曲がったという意味の花馬が実感できますし、海底のサンゴ礁や熱帯魚まで見えてしまいそうです。このビーチにはツアーバスでは入れません。近くまでは路線バスかレンタカーで。海の生き物と仲良くなりたいなら、荒波で有名なマカプー岬近くのシーライフパークがおすすめです。ここなら海洋生物を生きたまま観察させてくれます。巨大な水槽ハワイアンリーフタンクの中にはペンギンやウミガメをはじめ、色彩豊かな熱帯魚などさまざまな魚が楽しめます。パークの呼び物は毎日行われているショータイム、大人も楽しめるアシカのショー。イルカが豪快なジャンプを見せてくれるのはオーシャンサイエンスシアター。ショーのセットは小説白芸の捕鯨船というこだわりです。このほかイルカのフラダンスなども楽しめますが、前の席へ行くと水しぶきでずぶ濡れになってしまいますから注意してください。とにかくハワイの海の入門編にはベストと言えるのがここです。海外でエンジョイしたいからこそ、ホテルでのマナーはしっかりと身につけていってください。ルールは万国共通。これを見ればもう間をつくことはありません。フロントはチェックインやルームキーの受け渡しをするところです。役割は日本のホテルと全く同じです。ツアーの場合は現地係員がチェックインなどすべてやってくれますが、個人旅行の場合は自分でやること。 I made a reservation in Tokyo. My name is Tani. I'll stay 3 nights. ここで出されたカードに住所、氏名、国籍などを英語で記入。同時にパスポートの提示を求められることもあります。支払い方法などを聞かれた時には現金かカードかを言ってください。カードの場合には提示することもお忘れなく。部屋のキーと宿泊カードをもらったらそれでチェックインはおしまいです。カウンターの並びにはキャッシャーがあり、チェックアウトや両替はこちらで行ってください。カウアイ島はハワイの中でも大自然に恵まれているので有名な島。映画ブルーハワイや南太平洋の撮影をした場所としても有名です。キャプテンクックが初めてハワイ諸島に上陸した場所、それがこの島のワイメアです。ここにあるワイメア峡谷州立公園はそのスケールの雄大さからリトルグランドキャニオンと呼ばれ、カウアイ島観光のポイントとなっています。1100メートルの谷が延々と10キロメートル以上続く壮大な峡谷で、赤色を帯びた複雑な山肌は光の加減で眺める時刻や場所によって微妙に色が変わって見え、自然の神秘さを実感できます。ここにはワイメア展望台、プーキラ展望台など4つの展望台があります。その中の一つ、標高1109メートルにあるプーヒナヒナ展望台からは峡谷の遠く彼方に太平洋を望むこともできます。ハワイに来たならこんな景色を楽しみたいですね。各部屋にはセーフティーボックスが用意されています。
貴重品はぜひここに入れてください。部屋にない場合もフロントで聞けば無料で利用できます。ハワイではワイキキビーチプレス、ショッピングハワイ、旅のガイドハワイなどの無料の観光情報誌があります。レストランやツアー、商品などの割引クーポンもついているので便利。ホテルやカラカウア大通りのスタンドで手に入れるようにしましょう。キーをもらったら早速部屋へ入りましょう。その時に荷物を運んでくれるのがベルボーイ。ここはアメリカですから、ボーイにはチップを渡してください。荷物1個につき1ドルが目安。荷物を運び終えた後にさりげなく。チップはアメリカでは忘れてはならないマナーです。ベッドメイキングや部屋の掃除などをしてくれる人へのチップは1人1日1ドル程度。毎朝枕元へ忘れずに置くようにしましょう。この他にもホテルでのエチケットやマナーは多くあります。ホテルでは部屋から一歩出れば公共の場です。スリッパやパジャマで廊下には決して出ないようにしてください。ホテルのプールへ自分の部屋のバスタオルを持っていくのもルール違反。プールサイドには貸しタオルがあるので、それを利用するようにしてください。洗濯物などベランダに干すことは厳禁です。バスルームの壁についているこの紐は洗濯物を干すためのもの。こんな風にすると使えますよ。ハワイに来たらホテルを徹底的に利用するのがリゾートライフを楽しむコツです。情報収集からイベントまで何でもできるのがハワイのホテル。使わなきゃ損ですよ。例えば宿泊者のためにイベントを行うホテルもあります。ディナーショー、フラダンス教室など、情報はパンフレットなどを丹念に見てチェックしておきましょう。またホテルにあるツアーデスクはオプショナルツアーや各種アクティビティの手配をしてくれるデスクです。観光案内などもしてくれるので、ぜひ利用して情報を仕入れましょう。何か特別に頼んだ時にはチップをお忘れなく。ホテルも施設や設備で特色を出そうと心がけています。ですからマシン、サウナ、ジャグジーなどの設備の揃ったヘルスクラブを持っているホテルも意外に多いんです。宿泊者なら無料で利用できる場合もありますし、インストラクターが常駐していることも多いので、安心してフィットネスに励めますよ。ハワイでレンタカーを考えているなら、ガソリンの給油はセルフサービスと覚えておきましょう。オフィスで料金を払えば、料金分のガソリンが自分のポンプから出てきます。またこの逆で、ガソリンを入れてから後で払うガソリンスタンドもありますので注意してください。オアフ島はマリンスポーツだけでなくショッピングも楽しんじゃうのが今時の常識です。そう、ハワイへ行ったらブランド品やハワイならではの水着や T シャツをどっさりと買い込みたいという人も多いはず。そんな人にオアフ島はぴったりです。ワイキキのカラカウア大通りとクヒオ通りは特にショッピングセンターが多い通りとして有名です。キングスビレッジ、ロイヤルハワイアンショッピングセンター、ワイキキトレードセンター、インターナショナルマーケットプレイスなどなど、ショッピングのスポットも数多く揃っています。その中でひときわ目立つ存在がアラモアナショッピングセンター。約6万坪という広い敷地に6軒のデパートと180軒の専門店が入る大ショッピングセンターで、全米でも第2位の規模を誇っています。白木屋など百貨店のほか、クリスチャン・ディオール、ルイ・ヴィトン、リバティハウス、セキュリティ・ダイヤモンド、レインズなどブランドショップも目白押し。
宝石から雑貨まで何でも揃い、ないものはないというのがキャッチフレーズだとか。とにかく1日の買い物客10万人というそのパワーだけで圧倒されそうです。1階中央のステージではさまざまなイベントが開催されていますから、気軽に休むのにもってこいの場所です。変わったショッピング体験がしたいなら、フリーマーケット巡りというのもあります。市民が家庭の不要品を持ち寄るマーケットで意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。アロハスタジアム駐車場とカムドライブインシアターのものが有名です。ちょっと覗いてみませんか。カラカウア大通りとクヒオ通りが交わるそばには、クラシックカーレンタルのお店クルージンクラシックがあります。ワイキキの浜辺を横目に見ながらピンクキャデラックやロードスターを走らせる、そんなちょっと気取ったドライブを楽しんでみてはいかがですか。ブランド品から一転して庶民的なお店なら、ここ ABC ストアがおすすめです。カラカウア大通りだけで26軒ありますから非常に便利。地元でも有名なディスカウントストアで生活雑貨なども揃っていますから、ちょっと変わったお土産や地元にしかない意外な掘り出し物も見つかるかもしれませんよ。 DFS、 ここは日本人には有名な免税店、そうデューティーフリーショッパーズ。タバコやお酒などちょっとしたお土産ならここが便利です。ブランド品探しならアラモアナショッピングセンター以外にもたくさんのショッピングセンターがあなたを待っています。ロイヤルハワイアンショッピングセンター内にはカルチェ、セリーヌ、ベネトン、ルイ・ヴィトン、ランセル、シャネルなどのブランドショップが入っています。ネックレス、ブローチ、時計、ベルトなどなど数多くの商品が並んだブランド品の大マーケットです。今やトラベラーズチェックは海外旅行の必需品です。旅行前に旅行代理店や銀行で 1% の手数料を払えば購入でき、盗難や紛失の際には再発行もしてもらえます。2箇所のサインのうち1箇所は使用するときにサインしてください。クレジットカードもぜひ用意したいアイテムです。インターナショナルな JTB、マスター、ビサ、JCB などが1枚あれば、サイン1つで買い物などの支払いは完了です。ハワイには楽しいところがもっともっとあります。そんなハワイを 100% 満喫したい人のためにとっておきのハワイを紹介しましょう。ハワイを全部体験したい、そんな欲張りな人におすすめなのがクアロア牧場です。クアロア牧場はもともとが牧場。入り口は入ったところから気分は西部劇しちゃいます。もちろんこんな西部のショーも楽しめます。敷地はなんと485万坪。東京ドームで言えば350個も入ってしまうビッグなスポーツリゾートです。バギーに乗ってハワイの山道を行けば現代のカーボーイ。こんな風に初心者でも簡単に乗りこなせてしまいます。目の前には青い海、後ろには緑の山、その中を風を切って走るバギー。自然の雄大さを感じますね。でもこちらの2人はそんな余裕はなさそうです。もちろん本物の乗馬も楽しめます。馬は人に慣れていておとなしいですから、すぐに一人で楽しめるようになれますよ。馬の背に乗って周りを見回せば見慣れた景色も変わって見えてくるようです。スリルがお好みならヘリコプターによる遊覧飛行はいかがですか。初めてだって平気です。最初はちょっと怖くても
大空に飛び上がってしまえば素晴らしい眺めにすぐに怖さなんて忘れてしまいます。大空から見るとまるで美しい自然が全て自分のものになったような気分。広い海や牧場を空から楽しむっていうのもハワイならではでしょう。マリンスポーツの醍醐味ならやっぱりジェットスキー。日本語を話せるインストラクターがついて丁寧に教えてくれますから、初めての人でも大丈夫。ほら、こんなにすぐに乗れるようになっちゃうんです。でも初めてなら安全運転でお願いしますね。ボードセーリングだってこの通り。こっちの方はちょっと難しいかな。でもこっそり練習して日本にいる友達を脅かすほど上達できるかもしれません。目いっぱい楽しんだ後にはオープンエアで食べるバーベキュースタイルのランチもあります。アフタースポーツも存分に楽しんでくださいね。ハワイ一大きな島がハワイ島ビッグアイランドです。この島でというよりハワイで最も有名なのが直径 4.5 キロ深さ120メートルの大カルデラを持つキラウェア火山です。ここは毎年のように噴火を起こす活火山として世界的に有名です。キラウェア火山を探訪したいならまずビジターセンターを訪れましょう。噴火の記録映画や地図資料などが展示され、キラウェアの歴史が一目でわかるようになっています。ハワイで美しい夜景とディナーをいっぺんに楽しみたい、そんな人にはサンセットクルーズがおすすめです。夕方4時半頃にはサンセットクルーズ用の船が数多く出港しています。料金は各船によって違いがありますから、ホテルのツアーデスクなどで調べてから申し込んでください。このナバティック号ならホノルルを出港してダイヤモンドヘッドを回るコースで所要時間はおよそ4時間。夕日に照らされたホノルルの街並みを堪能した後にはお待ちかねディナーの始まり。十分に舌を堪能させてあげてください。テーブルにはボリュームもたっぷり、味も極めつけの豪華なディナーがフルコースで出てきます。ロマンティックな景色を眺めながらの優雅なディナー。まるで時の流れが止まっているかのようです。ディナーでお腹がいっぱいになった頃、船内ではショータイムの始まりです。地元の有名歌手のショーを楽しんでください。もちろんダンスも楽しめます。思わず舞台に連れて行かれてしまった彼女たち。歌えなくても楽しめますし、踊れなくてももちろん楽しめます。もう一度見てみたい。サンセットクルーズが見せてくれるのは、そんな一生の思い出になりそうなホノルルの夜景です。
れる観光客も少なく、まだまだ素朴さが残っている島といえばこのモロカイ島でしょう。この島の見どころは真っ白で小さなセントヨセフ教会です。1876年に建てられた歴史のある教会で、大きくはありませんがどこか気品が漂っています。横には教会を建てたダミアン神父の銅像も建てられています。観光客の多いハワイでも、まだ知られていない美しいビーチもあります。メネフネアイランドハンモックビレッジはその一つです。ここはプライベートビーチだから、美しい海がまるで自分だけのもののように楽しめます。ここに来たらまず挑戦してもらいたいのがこれ、そうシュノーケリング。フィンとマスクとシュノーケルの3点セットで手軽に海中散歩に出発できます。初めてでもシュノーケリングなら、インストラクターの簡単な説明の後、誰でもこんなに簡単にこなせてしまいます。カタマランカヌーに乗って沖に漕ぎ出せば、そこはあなただけの海が広がっています。コバルトブルーの海も十分に堪能してみてください。ジャングルの探検にでも出かけられそうなこのカヌー、意外とスピードが出るので、気がつくと太平洋のど真ん中なんてことのないように。人が少ないビーチだからこそ、こんな風に自由自在に楽しめます。ビーチでは蹄鉄投げ、こんな素朴な遊びだってここでなら童心に帰って真面目に楽しめます。なんて大声ではしゃいでも、周りには人はほとんどいませんから、誰にも気兼ねすることはありませんよ。ハンモックもここのビレッジならではの楽しみ方の一つ。リゾート地で何もせずお昼寝なんて、ちょっと外人っぽい粋なリゾートの楽しみ方ですよね。ここで見る夢はきっと素敵に違いありません。メネフネアイランドハンモックビレッジのもう一つの楽しみがランチサービスです。嬉しいことにフルーツも食べ放題。Go and carry on till the night is gone and it's time to go. But if he asks if you're all alone, he can take you home, you must tell him no. ギターの生演奏がバックなら、バーベキューで食べるお肉も日本とは一味も二味も違います。おっと、食べ過ぎには注意してください。Darling, say the last dance for me. ハレアカラ火山と自然が豊かなことで知られているマウイ島。この島のラハイナとカーナパリの間を赤い客車をつけた可愛い蒸気機関車が走っています。これがサトウキビ列車。昔ハワイ特産のサトウキビを実際に積み出していた列車です。列車の正式な名前はラハイナ・カーナパリ&パシフィック鉄道。でも通称のシュガートレインの方が有名。シュガートレインはサトウキビ畑を抜け、カーナパリリゾートを見渡す高台をとことこのんびりと走ります。車掌さんはギター片手に歌をサービスしてくれます。
観光客を乗せた楽しい列車です。レストランへ行くなら目いっぱいおしゃれしていくのが常識。注文はぜひ前菜からメインディッシュまでフルコースで楽しんでください。高級なレストランやホテルのダイニングには男性はジャケットとスラックス、女性はワンピースかムームーの着用が必要なところもあります。予約が必要な高級レストランほど服装には厳しいですから注意してください。またレストランではウェイターやウェイトレスは自分の担当するテーブルが決まっています。注文を聞きに来た人を覚えておいて、そばに来た時に軽く声をかけるようにしましょう。レストランで支払いの際にはテーブルに10から 15% のチップを置いてください。カードならチップも同時に支払ってしまえて便利ですが、勘定書きを見てサービス料が含まれているかどうか確認してから支払うようにしてください。まあいろいろお話ししましたが、食事の基本は気取らずに楽しく食べるということですよね。食事を楽しんだ後のハワイの夜は何といってもやっぱりディスコがメインコース。日本と同じマハラジャがあるのは何とも頼もしい限りです。ハワイで踊り明かすなんてとってもおしゃれな体験です。ディスコでは T シャツやショートパンツ、サンダルを禁止しているところが多いので注意してください。夜の街へ繰り出すのならそれなりの格好も必要です。特に高級ディスコでは襟のあるシャツとスラックス、革靴がおすすめです。ハワイのディスコは18歳未満入場禁止なので、若く見られる人はパスポートや免許証を持参するのも手ですよ。店によって営業時間が違いますが、だいたい午後9時頃からにぎわい始めます。またディスコでカクテル類を注文したら50セントから1ドル程度のチップをウェイトレスにあげるのがエチケットです。世界中の人が集まるハワイは東西食文化の融合地点です。新鮮で採れたての魚からステーキはもちろん、中国料理、日本食、ベトナム、メキシコ、インド、韓国、イタリアからタイと、料理のことなら何でもござれで楽しめます。ちょっとしたお昼ならテイクアウトのプレートランチでも良いでしょうし、とにかくグルメ派にもハワイはとっても嬉しい場所なんです。ホテルのディナーショーもぜひ楽しんでみてください。ポリネシアンダンスやハワイアンレビューなどがポピュラーですが、歌や踊りを楽しめるエンターテイナーもあります。ディナーの後は華やかなショーが始まります。ホテルのツアーデスクに頼むか、直接電話での予約が必要です。ハワイのホテルといえばワイキキで林立するホテル群を想像しがちです。でも世界に名だたるリゾート地ハワイのホテルはワイキキに並ぶ高級リゾートホテルだけではありません。エコノミーなものからコンドミニアムまでさまざまな宿泊施設が揃っているのもハワイ。人数やパートナー、日程、予算などを考え合わせた上でホテルをチョイスすれば旅をより一層楽しいものにします。のんびりとするのが目的ならビーチ沿いのリゾートホテル、サーフィンやゴルフを楽しみたいのならノースショアの波の良い場所、あるいはゴルフ場を持っているホテル、
ショッピングが目的なら何といってもワイキキ近辺がベスト。ツーリストが毎晩繰り出すカラカウア大通り周辺のショップは朝9時か10時にはオープン、夜の10時から11時頃まで営業しています。土日は夕方5時か6時頃に店を閉めるところもあるので注意しましょう。また無休とあるショップでも元日、感謝祭、復活祭には休みを取るところもあります。お土産を買うならこうした時間も忘れずに。ハワイ、美しい夕日に出会える場所。白く高層ビルの続くワイキキの浜辺も都市というよりも夢で見た楽園。南の島ハワイ、南国の夕日の美しい島、リゾートの楽しみを満喫できる、そんな場所です。One, two, three, four, hit it! Films, music, how to, sports, adult, business, マガジン、まだまだたくさん。8ミリビデオソフトのお問い合わせはソニーソフトセンターへ。 It's a Sony.